関連するレイヤーをまとめてフォルダーに入れる感覚です。この3つのレイヤーはクリッピングされていて、すべて下書きレイヤーに紐づいている。皆さんどうもこんにちは、たいのすけです。このカツ丼のイラスト、ダイナミックで美味しそうに描けたと思いませんか？実はこれ、デジタルならではのレイヤーの力を最大限に使って描いています。デジタルお絵描きを始めたばかりの方は、レイヤーの使い方がよくわからないこともあると思います。そこで今回は、このカツ丼を描く様子を通して、Adobe Fresco のレイヤー機能を詳しく解説します。初心者の方にはわかりやすく、中級以上の方にはヒントになる考え方があると思います。この動画を見れば、あなたのデジタルお絵描きライフが確実にアップグレードしますよ。ぜひ最後までご覧ください。それではスタート。そもそもレイヤーとは何か、一言で言うと重ねて使える透明なシートのことです。絵、写真、文字、それぞれ別のシートに書いて上から覗き込むことで1枚の絵に見せているんですね。フレスコでは右側にこのシートが並んでいます。一番上にあるレイヤーが一番手前に見えている部分。なぜわざわざ分けるのか。それは後からいくらでもやり直しができるという圧倒的な効率のためです。具体的にどういうことか、カツ丼を書きながら説明していきます。はい、下書きができました。レイヤー構成はグリッドがあって、器、具材、白い背景となっています。この上からアウトラインで清書したいので、下書きを少し薄くしましょう。レイヤープロパティの不透明度スライダーを下げます。ほら、半透明になりましたね。では、このレイヤーの上に一つ新しいレイヤーを出します。ここにアウトラインを描いていきます。また新しいレイヤーを出して三つ葉のアウトラインを描いていきます。このようにアウトラインをパーツごとにレイヤー分けして描いていきます。完成しましたが、レイヤーが増えてきていて、どれがどれだかわからなくなりそうですよね。ここでグループ化を使います。関連するレイヤーをまとめてフォルダーに入れる感覚です。アウトラインと下書きたち、それぞれをグループにします。これでパネルがすっきりしました。では、色の下塗りをしていきます。アウトラインと下書きの下に新しいレイヤーを出します。まず、カツの部分の下塗りをしました。色を調整します。レイヤーを分けているので、調整したい部分だけを調整することができます。もしも全て1枚の絵の中で描いていたら、このような調整は難しいですよね。では、別のパーツもレイヤーに分けて下塗りをしていきます。はい、下塗りができました。こんな感じでパーツごとにレイヤー分けをしておきました。レイヤーを選んで、レイヤープロパティを出します。ここでレイヤーの名前を変えることができます。また、各レイヤーにはレイヤーアクションがあります。複製したり、削除したり、下のレイヤーと結合したり、いろいろな操作ができます。ここで時短テクニック、レイヤーアクションから透明度をロックをオンにします。これは今書いてある場所以外には書けなくするという機能です。これなら勢いよく筆を動かしても絶対にはみ出しません。効率爆上がりの紙機能です。下塗りに表情を書き足しました。さらに質感を足します。
新しいレイヤーを出して、クリッピングをオンにします。これで下のレイヤーの形に型抜きされた状態になります。こうすることで、下のレイヤーに書かれている範囲からはみ出すことがありません。クリッピングを解除すると、実際に描画した状態に戻ります。先ほどの透明度のロックとの違いは別のレイヤーということです。別のレイヤーだけど描画範囲がはみ出さない。別のレイヤーだから後から調整も簡単というわけですね。この落書きを消すのにレイヤーアクションからレイヤーをクリアを選びます。書いたものがすべて消えましたね。次にこのクリッピングしたレイヤーの描画モードを変えます。描画モードとは下のレイヤーと色をどのように混ぜるかのフィルターです。定山を選択します。ではこのレイヤーにテクスチャーを描きます。ブラシを選んで、色はこのくらい。定山とはいわばカラーフィルムです。下の色を活かしたまま重ねるほどに暗く深みが出るモードです。ご覧のようにカツのサクサクとした質感が下のレイヤーの表情を塗りつぶさずにどんどん馴染んでいきますよね。選ぶ色によって彩度が上がるのも特徴です。もう一つレイヤーを出してクリッピングします。こうすることでこのレイヤーも下塗りのレイヤーに紐づきます。このレイヤーも描画モードを定山にします。下書きの線が薄すぎるので調整します。グループにしていたレイヤーをダブルタップしてグループの中に入ります。先ほど作ったレイヤーに鉛筆ブラシで書き込んでいきます。ここまでカツの陰影を作ってきました。次は光、明るい部分です。新しいレイヤーを出してクリッピング。この描画モードをスクリーンにします。これは定山の真逆、スポットライトのように下の色を明るく照らしてくれるモードです。衣と卵が絡み合っている様子や具材のツヤを書き込んでいくと一気にカツが美味しそうに輝き始めます。カツの一部分ができました。基本このレイヤー構成で全てのパーツを書き込み仕上げていきます。ここでカツを描くためのレイヤー構成について分かりやすく図解します。まずは下塗りのレイヤーがある。その上に定山のテクスチャーレイヤーがある。さらにその上に定山の書き込みレイヤーがある。そしてまたその上にスクリーンの書き込みレイヤーがある。この3つのレイヤーはクリッピングされていて、すべて下塗りレイヤーに紐づいている。このような構成になっています。割と複雑なことをしているなという印象かもしれませんね。ただ実際はこのレイヤー構成のおかげでかなり効率的に作業を進めています。さてここまで具体的なテクニックをお話ししてきましたが、私にとってレイヤーとは単なる機能ではありません。レイヤーとは本来階層という意味。言ってみればそれは一棟のビルのようなものだと思っています。レイヤーが増えるとそのビルの階数が増えるという感覚ですね。1階には土台となる下塗りがあって、2階には質感を作るテクスチャーがある。3階、4階にはそれぞれ別の効果を持たせた書き込みがある。私はいつもそんなイメージを持っています。だから2階の壁紙を直そうとか、4階の照明をもう少し強くしようといった感覚で頭の中の作業を整理して進めることができるんです。パーツやタッチがこうして階層ごとに分かれていると修正は驚くほど簡単になります。他の部分への影響を一切気にせず、手を加えたい場所に直接手が届く。この最低限の作業で理想に近づけるという効率の良さがレイヤー最大の武器です。ただこう聞くとなんだか理屈っぽいなと感じる方もいるかもしれません。後から調整することを見越して準備をしていくという考え方ですからね。直感のままに筆を動かしたい人には不要な手間かもしれませんし、そもそもアナログで描く方にはない考え方です。ではこのレイヤーというビルを建てる
メリットとデメリットをもう少し具体的に掘り下げてみましょう。まず最大のメリットはピンポイントな修正力です。例えば描き終えた後にカツの衣をもう少し揚げたての色にしたいと思ったとします。もし1枚の絵なら周りの卵や三つ葉まで塗り直す必要がありますが、レイヤーが分かれていればその階に飛び込むだけ。他の場所を一切汚さず、必要なところだけを最短距離で調整できます。さらに無限の試行錯誤ができるのもレイヤーの醍醐味です。例えばキャラクターを描く方なら、服の色はどの色がいいか、髪型はどの形がいいかなどを別々のレイヤーを作って切り替えてみればいい。納得がいくまでノーリスクで比較検討ができるんです。ただもちろんいいことばかりだけではありません。デメリットは管理が複雑になること。調子に乗ってレイヤーを増やし続けるとビルが100回、200回と高くなっていき、あれ?三つ葉のレイヤーどこだっけ?と自分でも迷子になってしまいます。さらに回数が増えるほどデータが重くなるという問題もあります。レイヤーを増やしすぎるとアプリの動作がカタついたり、最悪の場合はフリーズして作業が止まってしまうなんてこともあります。つまりレイヤーを分けるということは将来の安心を買う代わりに管理の手間を支払うというバランス作業なんです。でもこの多様性こそがデジタルアートの面白さそのものだと思うんです。自分の性格やその時のテーマに合わせてレイヤーの使い方自体をデザインすること、それこそがツールを使いこなし自分らしい表現を見つける楽しさなんだと私は思います。ということで絵ができました。今回は私なりのレイヤーの使い方にフォーカスをして解説をしてきました。いかがでしたか?この動画が皆さんのデジタルお絵描きライフに少しでも役立てばとても嬉しいです。私はレイヤーをいつもこのように使っている。こんな使い方もあるよという方はぜひコメントで教えてください。この動画が良かった、面白かったという方は高評価ボタンをお願いします。応援してもいいよという方はチャンネル登録をお待ちしていますね。それでは最後までご視聴ありがとうございました。